股間を蹴られた時の痛み。おはこんばんは。セイコンブレンで今日は何結婚しますの違う。そう今日は結婚しますしてた。そうしてましたで今日は私たちが普段シェアしてることを、まあなんか2人でまあ共有してるものみたいな感じかな。それをちょっと話していきたいと思います何この手。わかりませんでもその前に、チャンネル登録とかまだしてない方がいたらぜひしてってください。あと高評価ボタンとかあと服の服のブランドのストアがあるからチェックしてくださいね。はいじゃあね、それでちょっとね自分が思いついたのでいろいろ書いてみたからそれを読み上げてこうかな。じゃあ俺読む。ダメ、俺読む。俺が読む。やだ。俺が読む。これ血だってパワハラハニハラだね。そうまずじゃあ自分たちがやってる共有は恐竜共有って言った共有は服のシェアしてる。まあ自分たちの場合はまあ同じ男性っていうのが正しいのかな。ボーイズだからサイズも一緒だから、まあ服のシェアができるね。であんましなんか別にブレンの服着たくないとか俺の服着ないでとかお互いないから、服のシェア結構できてます。でもそれはなんか東京引っ越してからそうなったね。まあ一緒に住むようになってね、なんかやっぱりなんかめんどくさいじゃん。めんどくさいってか、ただなんかセイゴの服着てみたいとかから始まって付き合ってた時は、セイゴのセーター借りたりしてしたね。マフラー借りたりとか。そうマフラーじゃあ次会う時にこれ返してみたいな感じで貸してたよね。でなんかマフラーブレーの匂いがするみたいな感じで懐かしいとかやってたね。本当はただお互い使ってる洗剤の匂いだと思うけど、でもなんかセイゴの匂いだ。パジャマとかもそうです。遊びに行ってさ服今日持ってきてない貸してっつって、もうそれがね定着するじゃん。それ最初からもう最初からずっと最初から俺パジャマ持っててなかったもんね。それ懐かしいね。懐かしい。そういうのあったね。あと靴のシェア。靴もサイズがまさかの一緒じゃん。ちょっと 0.5 センチぐらい違うかな。まあなので大体でも基本的に靴はシェアもできてるね。そうだね。あとこれでもどうなんだろう、他の人やってるか分かんないけど下着のシェア男女だったらちょっとねできないかもしれないけどでもなんか他のね自分たちみたいなそのゲイカップルとかあと女性同士のレズビアンカップルとかはまあそういう話はあんまし聞いたことないからどうしてるか分かんないけど、自分たちの場合はなんかもう入れるとこ一緒じゃん、そのタンスとか、だからなんかもうポイ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 ってタンスの中に入れてるからもういちいちこれブレンのこれ俺のとかさやってらんないから、あとね別々の顔と高いしそうでサイズも一緒だからね、別にそれが嫌とかないよね、ないよねないよねそうあとお風呂場のもの、例えばひげ剃り、シャンプーソープボディーソープだってみんなシェアしないのでもほら男性女性だったらシェアしないの。いやうちお父さんとお母さんの分かれてたよ。お父さんはなんかちょっとザ男みたいな感じのなんかちょっとスースーするやつ使ってて、お母さんはなんかその髪の毛にいいようななんかソープを使ってて、うちは男性女性で家は分かれてたから。でも本当一緒だまあそうね。俺でもずっと女性のもの使ってる。うちだからもう共有だよね。2人で一緒のやつ。日本昔でも夏はそのスースーするやつ好きだったけど、まあそれ多分男じゃなくてなんか男女関係ないやつ、関係ないけどなんかシーブリーズとかそう売り出される時は大体なんか男はこれみたいな、男は夏スースーする。でも夏は結構好きだった、日本の暑い夏の時なんかシーブリーズのやつあるじゃん、それもスースーするやつ好きだった。でひげ剃りも同じの2人で1個使ってるからまあなくなるのは早いよね。なんかそのジェルとかがなんか歯が悪くなるのも早いけど、でもまあ2人で1個のひげ剃りを共有してます。変っていう人いるかな。
いるんじゃない？分けてる人いそうだよね、でも、どうかな、知りたい。でもなんか他の人どうしてるか、うちもうほぼ共有だから。あとはねちょっとここら辺からね、俺ちょうど面白いっていうか、俺的になんか適当に面白いのも書いたんだけど、気持ちの共有、なんかこれよく分かんないけど、合ってるか分かんないけど、なんか男性と女性でさ付き合った時ってなんだろう、 100% なんだろう、相手の気持ちが分かるのかなとかさ思っちゃうんだよね。どう思う？分かると思う。なんだろう、なんか俺がここで書いたのが、なんかその同性同士だから分かるその気持ちの共有ってのもあると思ったんだよね。なんか例えばなんかその男性でさ、なんかまあ日本では今変わってきてると思うけど、なんかその社会的な地位の圧力、なんか男はこうやれとか、男は仕事、男はなんか家事をするなとかさ、男らしくみたいなやつの苦しみってのはやっぱりさ、まあ女性も分かってると思うけど、やっぱり自分が男性だから身に染めて感じてるじゃん。だからなんかそういう面での気持ちの共有ってのは、なんだろう、男性同士の方が分かるのかなって思ったんだよね。なんかそれそう分かる分かるみたいな。そういうのはあるかもしれないけど、でも最初だけじゃない？多分長く一緒に住んだら関係ないと思う、男女とか。だってそれより深いものじゃん。だってなんか気持ちとか、まあね、相手とどれくらいそれは信頼関係が築けるかによって変わってくるってことか、気持ちのシェアは。あと時間とかと思う。これは結構俺がパッて思いついたことをね、トン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 って付け加えてたから。あとこれ面白い、例えばその失敗談とか、まあさっきの話とつながってくるかもしれないけど、なんか男性ってほら自分とブレンも結構ヒゲ生えるじゃん。だからなんかそのヒゲの生える悩みとか、あとはそのヒゲ剃りした時の、まあ、例えばそのカミソリ負けとかの失敗談とか、なんかそれって女性とかもまあ多分体剃るけど、なんかそういうのもさ、細かい失敗談とかはさ、やっぱり気持ちのシェアできるじゃん。男のなんか体だから分かるものみたいな。そう、男の体を持ってるからこそ相手の体のこととかよく分かるっていうことが言いたい。それはあると思う。そうだからそう思ったのが、股間を蹴られた時の痛みとかって分かんないじゃん、女性に説明しても。だってなんかもうここがズーンってくる感じとか、重くなる感じとか、すっごい痛いって言ってもできないじゃん、でもなんかお互い男性だとさ、もうなんか表現できない痛さだけど俺も感じたことがあるから分かるって気持ちで分かるじゃん、そうだからなんかそういう意味でのなんか同性同士の気持ちのシェアっていうのが言いたかった、それまたね、体関係だったらまた違うよね。そうそう、体のことはやっぱり同性が一番理解できてるかなって思うよね。そう、なんか今みたいななんかセンシティブな話題とかでも、まあ結構気持ちのシェアができるかな。あとは家事と仕事の共有、だからなんか俺らの場合はなんかその見た目であんましどっちがどれやればいいとかってのがないじゃん。一応なんか日本だと、てかまだ世界的にどうなんだろうね、それよくわかんないけど、まだ世界的にかな、なんか男性はやっぱりお仕事、女性はできればなんか家の家事、なんか自分たちは見た目でなんかそれの障害がないから、なんかまあ家事とか仕事もなんか得意な方がやるって感じで、まあ基本的にやっぱりブレンの方が英語も日本語も喋れるから能力が高いから、なんかブレンの方がじゃあ稼げるねって感じで、やっぱりブレンに今ちょっと仕事頑張ってもらってたりして、まあ家事もまあブレンが得意かなそう全然まあ得意っていうか、まあブレンの方がなんかちゃんとする、ちゃんとしてくれるからちゃんとしてくれてる。まあでもなんか俺も仕事もブレンと同じぐらい今してるし、あとはなんかまあ家事はそこまで得意じゃないけど、なんかその何やってるかな俺家で食べたりあとはアクティビティの部分で一つだけ、なんか温泉に一緒に入れるっていうことかな、なんか温泉に、まあ男女だったら基本的に温泉別々の風呂に入ってさ、まあ次じゃあ1時間後2時間後でまた外で会おうってなるじゃん、寂しいねそうでもなんか自分たちの場合だとなんか一緒になんかまあ
温泉に入る前に話してた内容をそのまま温泉の中に持ち込めるじゃんで温泉に使いながらなんかああだよねこうだよねってぐだぐだ喋った昔り英語でなんか温泉に入ると英語で話そうって喋ってたやってたよね、なんか温泉本当に英語チャレンジやったね。本当になんかあんましできなかったねいや今だったらできるけどもうね恥ずかしくてできないのとあと文法を気にしてできなかったのと、単語が分かんなかったのがあって、本当にブレンド全然英語で喋れなかったよね最初。結局日本語になっちゃっそうでもなんかそういうのも全部温泉の中でなんか温泉に入る時だけは英語で喋ってみようっていうチャレンジをしたりとか、た最初だけね。そう、そういうのをやったりとかしてたね。だからなんか温泉の中でもコミュニケーションが取れるっていうのは結構いいポイントなのかなと。トイレもね思いますトイレも一緒に行けるね。そうおしっねことかスレションみたいなこともできるよねなんかもう普通によく考えるそういう意味ではもう24時間一緒に入れれるのかな、共有できてるかな24時間時間を。トイレも一緒お風呂も一緒。なんか別にほら男女で別れなきゃいけないっていうことがなくなるじゃん。だから結構一緒に入れる時間は増えるのかなちょっとね。ちょっと、でもね他の人より温泉も本当楽しいからね。なんまか、ああれアトラクションみたいな感じだ壇上のレジャー温泉行けば入れるけど混浴のでもほとんどないもんね。ちょっと珍しいから。そうね場所を選ぶからね、それ結構いいポイントかなと思います。いかがだったでしょうか。今回は私たちが思ってるちょっと私たち2人が共有してること、シェアしてることについて話してみました。でこれはねなんか自分たちの場合だからなんかどの人たちにも当てはまるってわけじゃもちろんないから結構当てはまると思う。だからいろんなね他にも様々な人によっては様々な共有とかがあって他の人はこうしてるよとか多分もっといろいろあるかもしれないから、それはそれで面白いよね。コメントで教えて。そういうのがあったらもしこれをシェアしてるよとかあったらコメントで教えてください。でなんか今日こういう風にさいろいろ自分が調べてみてなんか最終的に思ったのがなんかそのブレイもちょっと言ってたけどなんかそのお金の節約になるっていうことが分かったんですね。アライグマが邪魔してくるでなんか結構節約になってるなって思って、例えばそのひげ剃り代とかあとはシャンプーとかボディーソープあと服が結構大きいかな。なんか服屋さん行ってもなんか2人でこれ欲しいってなったら1個買って、2人で着れるからいいねって感じで結構半額ぐらいになってんじゃないかな。一人がね買ってきても着るしみたいな。これ買ってきたじゃあかっこいいからそれも着ようってさなっていいじゃん。下着もそうだし靴もそうだから結構節約になってると思う、ね。あれもねそうフェイスマスクとか洗顔とかも結構2人で使ってもいいよね。それ本当にでも男女でもできるけどね。男女でもやろうと思えばやってる人いると思うけど、じゃあってことでこの動画面白いと思ったら高評価してください。あとはチャンネル登録とコメントの方もぜひしてってください。概要欄にSNS のリンクと PO ボックスとあと服こういう服これとかの服のリンクがあるのでぜひチェックしてください。チェックしてください。そうじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。